ちょっと前にインスタで応募した Q&A のやつをしようかなって思って Q&A をとりあえずしようかなって思います。Okay, let's get started. まず結構来た質問は学生ですかワーホリですかっていう質問が来たんですけど、私は、ワーホリじゃありません。私は現地の会社で就職してます。で、次は何の仕事してますかっていう質問なんですけど、私はソーシャルメディアマーケティングの仕事をしてます。どうやって仕事をゲットしたんですかみたいなの多分結構聞かれるんですけど、私は、LinkedIn でこの仕事を見つけて、日本のマーケットにフォーカスしてる会社で、その仕事とは別にインスタでソーシャルメディア関連のなんか仕事をなんか副業みたいな感じでずっとしてて、でそのスキルを活かせるなって思ってアプライしたら受かったので、そこで就職しようってなって、そうですね。とりあえずソーシャルメディアマーケティングの仕事をしてます。日本に帰ってくる予定はありますかっていうのは今のところは特になくて、で今のビザが2年有効なんですけど、その間はヨーロッパでなんか旅行とか行きたいなって思ってて、だから帰るとしたら2、3年後か分からん。そうかな。帰るとしたら2、3年後かな。でもなんか日本でずっと住み続けたいっていう思いは今あんまりないから、そうかな、一時帰国みたいな感じかな、今のプランは。でも何が起こるか分からへんから、とりあえず、2年後ぐらいかな、帰るのは。で、次は、なんでオランダに住んでるんですかみたいな、なんでオランダなんですかみたいな質問が来たんですけど、これは自分の働いてる会社がヨーロッパの会社なんで、なんか日本にいる時にもちょっと働いてたんですけど、ダブルワークみたいな感じで、でもなんか時差があってしんどかったんで、もう日本で働いてた会社を辞めてヨーロッパに移住して、リモート 100% でも OK な会社なんで、なんかオランダに決めた理由は、なんかヨーロッパの中でも英語を話せる人口数がめっちゃ高くて、多分ヨーロッパの中で一番かな。ちょっと前の動画でも多分言ったと思うんですけど、とりあえず英語がめっちゃ通じる。だからオランダ語を話せなくても全然生活できるみたいな感じなんが理由の一つと、あとは日本人やったらフリーランスビザが取りやすい、なんかビザが取りやすいんで、あとは治安がいいのと、そうかな、あとはなんか週末とかに旅行に行きやすい、ヨーロッパ内で旅行に行きやすいかなって思って、そうオランダにしました。で、今のところはもうオランダ大好きです。オランダ語喋れへんからちょっときついこともあるんですけど、なんか説明書とか全部オランダ語やし、オランダ語でしか対応してくれない会社もあるんですけど、でも全然不自由なく、英語だけで生活してるんですけど、でも全然不自由なく、みんな優しいし、治安もめっちゃいいし、電車も日本と同じで時間通りに来るし、なんか全然不自由ない感じで、なんか日本とほぼ一緒の生活してます、自分的には。次は最近の家での過ごし方。最近はなんかもう友達作るのが難しすぎて、こっち来てからもうほぼ家からリモートで仕事してて、ルームメイトとあとなんか数えれるぐらいの友達しかいなくて、だからほぼ映画見てるか、あとは料理したり、あとは本読んだり、なんか何してるんかな。でもなんか最近はギルモアガールズっていうそのシリーズ番組みたいなのをよく見てます。あとポッドキャストも聞いたり、YouTube も見たりしてます。あと土日は基本的になんか
家で過ごすことがほぼ多いけど、とりあえず散歩に行ったりとか、なんか家の近くにめっちゃ綺麗ななんか公園じゃないけどなんかそんな感じのがあるので、そこに行ったりして、あとは古着屋さんとか行くのが好きです。次はオランダで食べた美味しいご飯は何ですかっていうの。オランダの外食するの割と割高で、多分とりあえずなんかちゃんとしたご飯食べるんやったらなんか普通に30ユーロとか超えるから、別に高くは感じひんけど、でもなんか節約してるんであんまり外食は行かないんですけど、でもカフェはなんか友達と遊びに行く時によく行ってて、前にアムステルダム行った時に行ったセインジーンズっていうカフェのパンとかペイストリーとかはめっちゃめちゃ美味しかったし、もう一回行きたいなって思ってます。で、あとは何かな、あとはなんか普通にスーパーで売ってるフルーツとか野菜とかは美味しい。なんかヨーロッパのフルーツってあんまりなんか日本よりジューシーじゃなくて、なんか味もあんまりせんくてっていうイメージ勝手に持ってたんですけど、でも全然そんなことなくて、なんかスイカとかもめっちゃ美味しかったし、あといちごもめっちゃ美味しかったし、なんか野菜もなんかフレッシュな感じでめっちゃ美味しい。なんかベジタリアンの生活をしてるんで、めちゃめちゃそれはありがたいし、野菜は日本よりかちょっと安いぐらいやからほんまにいい感じ。次の質問は How do you like living in abroad? 海外での生活は気に入ってますか？ Yes, 100% I do love living in abroad, especially in Europe, because all the buildings and all the fashion things, all the things that I see on the street is exactly like the pictures that I saved on Instagram, and I do really love this. And like this is the living that I always dreamed of, and living in Europe has been one of my biggest dreams. And yeah, I just still love living in abroad, and I do love people's friendliness. Everyone is so casual and everyone is so chill. Everyone doesn't rush like in Tokyo. I also do love Tokyo because it's so inspiring and a lot of things going on. But I really do love living in here. The time flies so slow down in Tokyo, I feel like. You know what I mean? When I was in Tokyo, I was constantly hanging out with my friends, which I do love, but there is so many noises and so many people, like all the time. It is crowded all the time, especially in the weekend, which I didn't like. But here in Netherlands, it is also crowded, but it's not like that crowded in Japan, which I really like. And I just love observing people here because like I love everyone's fashion. It is so like Europe style, which I really like. And I also want to live in some Scandinavian countries like Denmark and Sweden. And yeah, I just want to experience a lot of EU countries' vibes, you know what I mean? Just in a nutshell, I do love living in abroad. I feel like this is where I meant to be. Yeah, I hope this answers your question. 海外での生活はこれが初めてで、なんか学生時代に留学とかもしたことないし、なんかヨーロッパに旅行に来たこともなくて、でもなんかめちゃめちゃ自分に合ってるなって感じます。みんなのファッションとか、あと建物がもうとりあえず可愛いから、なんか毎日みたいな感じで生きてます全然なんか日本が恋しくなるとかは特に今のとこはないです。友達が恋しいぐらいかな。次は洋服はいつもどこで買ってますか？好きなブランドはっていう質問。東京にいる間は何やろ、メルカリとか、あとは、好きな海外ブランドのやつを海外輸入したりとかで買ってて、でこっちにいる時は古着屋さん、thrifting
がめっちゃ楽しくて、そう古着屋さんに行ったらめっちゃなんか日本と比べ物にならんぐらい可愛い服とかジーンズとかあるので、そこで買ってます。で好きなブランドはジャフアベニュー、あとリアリゼーションパー、オルセンドアイリスとか、なんかまあでもほんまに好きでほんまに買いたいなっていうブランドはジャフアベニュー、マチルダ・ジャーフがディレクティングしてる、スウェーデン出身のそのインスタグラマーさんが作ってるブランドなんですけど、そこの服はなんか結構買ってます。で、best matcha shop in Tokyo or in Amsterdam. To be honest, I'm still on the hunt for good matcha in Amsterdam, but in Tokyo, I will recommend Coffee Rice in Omotesando and Rag and Bone in Cat Street, I think. 抹茶めっちゃ好きなんですけど、東京の抹茶のおすすめは、キャットストリートにあるラグ&ボンっていうカフェの抹茶と、あとは表参道にあるコーヒーライツっていうドーナツがめちゃめちゃ有名なお店なんですけど、そこの抹茶はほんまにめっちゃ美味しいから、絶対東京に行って抹茶好きな人はそのコーヒーライツとラグ&ボンに行ってほしい。でアムスでは2個行って、まだ2個しか行ってないねんけど、アムスのそのちょっとさっき言った、セインジーンズっていうカフェの抹茶と、あともう一つはベヌっていうカフェの抹茶飲んだんですけど、まあでも日本と比べたらもう全然比べ物にならんぐらいそんな美味しくないっていうか、なんか抹茶の味があんまりしないから、なんかそう美味しい抹茶を見つけたいなって思って頑張って探してるんですけど、今のところはまだなんかアムスではまだなんかめっちゃ美味しいっていう抹茶には出会えてません。Favorite moment of living in Ams so far? アムスで暮らしてる中でお気に入りのこと、probably thrifting, because thrifting in Amsterdam is so different than in Japan. Like every piece is so beautiful and like a little bit trendy but unique at the same time, which is a good thing about thrifting. I get so excited when I'm thrifting in Amsterdam because everything is so pretty and everything is my taste, like my fashion taste. And then also there are so many vegan and vegetarian options which I really like. And I also really like that everyone minding their own business, I feel like. And other than that, I really loved when someone talked to me and compliment my outfit. When I was in Amsterdam and went to that random cafe, the cashier person was like, I like your outfit, and I was like, oh, thank you. I do love that, those kind of casual moments, I would say. I'm so thirsty. はい、おすすめの洋書を教えてほしいですっていう質問なんですけど、なんか最近あんまり時間が取れなくて、読書する時間の。でもなんか読んだ中でめっちゃ記憶に残ってていいなって思うのは Seven Husbands of Evelyn Hugo と Everything I Know About Love と And then I also recommend The Happiness Advantagesっていう本と、あとは、デイジー・ジョーンズ、なんか I'm gonna put it like here, like the books that I recommend. Seven Husbands of Evelyn Hugo の著者の本はめっちゃ読みやすくておすすめです。何やったっけな、著者の名前。なんか多分めちゃめちゃ有名、多分 TikTok でバズってたやつなんかな。でもなんか普通に読んでみてんけどめっちゃ面白くて、最後初めて本読んで泣いたっていうぐらいなんか面白かったです。あとは疲れた時のリフレッシュ方法。疲れた時は、とりあえず音楽を聴いたり、あとはダラダラしたり、あとはなんか料理するのが好きなので料理をよくなんか甘いクッキーとか作ったり、あとシナモンロールとか作ったりするのが好きで、あとはなんかもうソーシャルメディアの仕事してるとなんかずっと画面見てしんどいんで、近くにある公園に行ったり、あとはもう10分15分ぐらい散歩したらなんか気が晴れるので、なんか散歩したり
あとは疲れた時寝るかな、寝るか映画見たり、もうダラダラしたりって感じです。次は英語どうやって勉強しましたかっていう質問が何個か来てたんですけど、なんか別に英語めちゃめちゃそのバイリンガル並みに話せるとかじゃなくて、普通にビジネスレベルと、あとまあ日常会話は全然普通にできるレベルで、勉強方法、大学でなんか通訳翻訳のプログラムを取ってたんで、そこでなんか割といろいろな英語表現とか学んだり、あとはまあなんかポッドキャストはよく聞いてるんですけど、でもエマ・チャンバレンのポッドキャストのコンテンツの内容とかが割と好きでよく聞いてるのと、あとは日常的に英語に触れる機会が多いから、なんか自然とそれで喋れるようになりました。なんか勉強っていう価値観があんまりなかったから、自然とほんまにまあ特に問題なく喋れるようになれたかなって思います。誰になってるかわからないんですけど、なんかもう英語に触れるようにしてたら自然と喋れるようになりました。はい、そんな感じでとりあえず来た質問は全部答えれたと思うので、ここで終わりにしようかなって思います。他になんか知りたいこととかあれば、またコメント欄とか、また次 Q&A する時とかに送ってきてください。Thank you for watching everyone, and thank you for the ones who sent me the messages, and I hope you guys enjoyed it, and see you in the next vlog.